かな動きなんですけど、6四飛車から6一飛車、この手順をね、ぜひね、感覚的なことなんですけど、覚えていただくといいかなと思うんですね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回はですね、将棋を指します対局の解説編をお届けいたします。今回は先手中飛車に対してね、私がどう攻略していくかという将棋になりました。加藤一二三九段が愛用されているね、袖飛車の指し方がね、結果的にはうまくいって、私がね、中盤で押し切ったという内容だったんですけれども、どういったところがね、この指し方のポイントになるのかというところを含めまして、大盤で丁寧に解説していきたいと思います。ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、対局の方を振り返っていきたいと思います。本局、私が後手番ですので、将棋ウォーズ対局編のね、画面とはこう上下、前後逆になるような形になりますけれども、合わせてご覧いただければなと思っております。先手がね、入った方、7六歩、8四歩に5六歩、6二銀、そこで5八飛車とね、先手のと今回は、中飛車の作戦でね、中飛車を迎え撃つという将棋にね、私はなりました。で、4二玉、4八玉、3二玉、3八玉に8五歩、7七角、5二金右となりまして、ここで、6八銀とね、この辺までね、いろいろな作戦があるところなんですけれども、一つはね、5四歩早めに突くと、こうまた違った流れになったと思うんですけど、ここで5五歩と突けばね、5筋位取りの中飛車対、後手がね、持久戦にするのか急戦にするのかといった感じで、またね、違った展開になったかなと思います。実戦はね、6八銀と上がったので、ここで私の方がね、3四歩と突けば、おそらく先手の方は5五歩と突いてね、先ほど言った5筋の位を取った形の中飛車に対して、後手が急戦、あるいは3三角から穴熊、あるいは左美濃といった持久戦といったのが考えられたかなと思います。実戦はこのね、手順でね、私は5四歩と突きましたのでね、これはまた大きく、展開がね、変わっていきます。5四歩に対して、先手2八玉、私5三銀、ね、ここで5三銀に、先手3八銀。で、1四歩、1六歩。で、3四歩と。そうですね、ここまでは、この局面、実は手順はね、いろいろな手順があるんですけど、局面自体はね、同一局面が、プロの公式戦でも、たくさん指されているような、局面ですね。先手はね、ここで、手が広いところでね、2二角成と交換して、その2二角成とですね、交換して、同玉に7七銀と上がってね、この銀をどんどん繰り出していくっていうのも一つ、ある指し方ですし、本局のようにね、一回4六歩とね、ついて、この手が確かに一番多いですかね。こうついておいて後手の出方を見ると。後手から、7七角成と交換してくれればね、今の手順より先手としては手を得しますしね、自分から変えるに比べては後手、書き場とか得なのでね、得ですし、例えば後手が4四歩とか止めて、3三角から持久戦を目指せば、5五歩とついてね、5筋の歩を交換するとかね、こういった展開はね、非常にあるところですね。実際私は4六歩に4二銀上がると上がりました。ここでね、2二角成もある手だったんですけど、6六とついたのがね、相手方有段者の方だったんですけど、非常によく研究されてるなという手で、このね、4二銀上がるの前に6六歩ですと、後手の方は3三角から左美濃あるいは穴熊にしやすいんですよね。角道が止まるとこう角が上がった穴熊にしやすいですからね。ですので、4六歩とついてね、これで例えば3三角なら角交換すればね、穴熊には組まれない形ですしね。で、4二銀上がるとさしてから4六6六とつくと、今度は3三角と上がってもね、少し穴熊に、もう一回銀が下がるようなことになりますから、穴熊に組みにくいということで、微妙な手順なんですけれども、先手としては4六とついて後手に4二銀上がると指したので角道を止めたというやり取りになりますね。で、私の方はね、4二銀上がると上がってね、角道を止められたので、これ3三角がちょっとやりにくい、選びにくい手順なので、7四歩とついて急戦を目指すというね。穴熊、左美濃といった玉の堅い囲いには組めないんですけれども、ただこの急戦策というのはね、加藤一二三九段が得意とされてた形でもありますし、後手としてもね、非常に有力な指し方なんでね、この
なんていうんですかね、微妙な駆け引きでどちらが得をしたのかというのは難しいところですね。はい。で7四歩に対して先手は6七銀で、後手6四歩先手7八金、これ角銀中飛車という形ですね。金が中飛車ですね、ちょっとこちら側に進みにくいんですよね。こう寄ると硬いんですけどね、飛車を寄られたりした時にやはりこう7筋方面が薄いということで、急戦に備えて7八金と上がりました。で私の7二飛車。そうですね、ここで5九飛車と引いたんですけど、一つね6五歩と後手の先手の方からドカンといく手も考えられますね。これは、同歩と取れば2二角成と取って同玉に5五歩とついてね、こういう手は居飛車を持ってると怖いですよね。同歩同飛車みたいな感じでね。これは一つね先手側としてはあったと思いますね。これで3三角なら6五飛車で、これは先手好調ですかね。香車を取れば飛車になれますからね。ただこの5五飛車の時に定石ではね、6二飛車というような受ける手が、結構腰の入ったね受け方で、攻めきれるかどうか先手がね結構微妙なとこですかね。はい。ただこう積極的なね、中飛車先手番を持ってて積極的に動く手順がね好きな方にはね今のもう6五歩とドーンとついちゃうっていうのは一つねおすすめの指し方です。実際5九飛車はね、穏やかに後手の動きを待った手ですね。で後手は7五歩同飛車と行きました。ここで7六歩と受ければ穏やかなんですが、それに対しては7四飛車と引いておいてね、後手の方だけ指すと次の7三桂と飛んで、6五歩という感じをね攻めまでいくと、なかなかいい形のね攻めとなっていきますかね。もちろん7六歩と打つ方がね無難だったと思うんですけどね、ちょっと先手の方も6八角は少し欲張った手というかね、場合によっては7六歩打たないで、済ましてしまおうという手なんですけど、ただ結果的にやや危険な手だったかもしれないですね。6八角に対して6五歩とね、シンプルにねこう角の利きをね、角が動いたんでね、斜めのラインのこの攻めは結構厳しかったですね。実戦は6五歩に7六歩と受けたんですが、7四飛車と引いてね、この6五の地点はね先手の桂馬がこう通り道なので、後手の方もねあんまりこう途中にこう桂馬飛ばれちゃうような展開になると困るんですが、現状はね、桂馬を止めばもちろん6六歩が、大きな取り込みになりますし、6五歩と取るのも9九角成なのでね、実戦はこう7七金と、受けたんですね。こう金の力でね7八金と上がった手を生かした受けの形なんですけど、8六とつく手がね結構嫌な手でしたよね、先手から見るとね。これ後手としてはね歩の攻めなのでね、あんまりこう気楽にね攻めることもできますし、これは放っておけば、次8七歩成同金6六歩、あるいは先6六歩と取って8七歩成もあるんですけどね、攻めが決まりますし、8六歩に同金ならやはり6六歩と取って銀が引けば6七歩成で攻めが続きます。といって、8六歩に6五歩とねこっちを取るのも8七歩成となられて、同金なら9九角成ですよね。なので先手はね結構歩の攻めなんですけど意外と受けにくい。同歩と取るのも8六同歩と取るのも8八歩で桂馬がね取られちゃうんでね。ということで、唯一の受けと言っていいですかね、実戦5七角。ただこの5七角は手強い手でしたね。6六の地点に駒を足して、8七歩成同金6六も同銀ということで対応しようということでね、最善の一手だったと思いますね。で、ここはね、ちょっといろいろ悩んだんですよね、私の方もね。8七歩成となってから桂馬を取る手もあるし、6六を取ってから桂馬を取るとか、組み合わせがたくさんあるところなんでね、迷ったんですが、実際はね、7三桂とシンプルに桂馬を1回飛びました。これはね数を足しておいて、次に6四飛車と寄るとか、6六を攻めるかと。で8六歩なら8八歩、6五歩なら同桂とね、どちらもこう準備してあるので、実際は8六金とね出てきました。さあここからの手順がね、ぜひ覚えてほしいんですけど、こう飛車大駒に対して金とか銀でこう圧力をかけられることっていうのはね、この戦型に限らずあると思うんですよね。例えば二枚打ちとかねよく指される方は、上手のね金銀が自分の大駒に
攻めてこられて非常に大駒狙われて嫌だなって経験されることもあると思うんですけど、こういうふうにね大駒に対して金駒が近づいてきた時っていうのは、一つはね距離を取るというのはとても大事なんですよね。この状態のまま例えばこう7五金とかのしかかられる形になっちゃうと、飛車がこうピンチになりますので、実際は6六とね一回取りましてね、で同銀に6四飛車とこう寄るわけですね。でこれは銀取りなのでね、先手も対応しないといけないということで6七歩と受けたんですが、こうやらしておいてね、6一飛車とこのね、細かな動きなんですけど、6四飛車から6一飛車、この手順をね、ぜひね、この感覚を、手順というか感覚的なことなんですけど、覚えていただくといいかなと思うんですね。金がこうニョキニョキしてね、圧迫されたんですけど、2手ね、飛車を動かしただけで、飛車と金の距離ができてね、楽になったことをお分かりいただけるかなと思うんですよね。金っていう駒がね、出てきてこう飛車を狙えればいいんですけど、こうなってしまいますとね、目標物を失ってしまうと、本来この金っていうのは7八とか、5八とかね、自陣にいた方が硬いわけであって、こう上の方に出てきちゃうとね、目標物がなくなった金っていうのは、ただの悪形というかね、悪い形なんですよね。ですので実戦もね、6四飛車6一飛車となってね、この局面ははっきり後手が、なんていうんですかね、駒の方が大きく損とか得とかないんですけれども、後手が指しやすい局面と言えるでしょうね。次に、私の方からは8八歩と打って、7七桂に6五歩と打つとかね、非常に自然な攻めですよね。金がいなくなったところを攻めるだけの手なんですけれども。で、といってね、じゃあ金を使おうと7五金とね、飛車を追っかけてきても、今度は8一飛車というのが、ぴったりの一手なんですよね。金がいなく出てってもね、逆に金がいない弱点を狙われちゃうんでね。ですので、ちょっとね、皆さん分かりにくいかもしれないんですけど、駒の損得はないんだけれども、先手陣が非常にまとめづらいっていうね、局面、後手の形は非常にいい形してますので、ということで先手はね、7五歩と先手の形についてね、これはもう最善、これも最善の手かなと思うんですよね。他にちょっと、傷を消すのがね、8八歩を防ぐのも大変なのでね、攻め合いで、これはね、8八歩なら、割と7四歩とついてね、桂馬の取り合い手になればね、先手も楽しみが出てくるかなってとこなんですけど、この瞬間に6五桂、これは気持ちのいい手ですよね。疲れる前に飛ぶと、一手ついた手が無駄なね手というか効果のない手になるんで先手はちょっと辛いんですよね。で実戦は、こちらに引く手もあったんですけど、こちらに引くと8八歩でいいですかね、自然にね。これで7七桂飛べなくし、7四歩には場合によっては丁寧に受けといても良さそうですね。桂馬得が確定してますんでね。ということで実戦は7九角とね、こちらに頑張ったんですね。8八歩打つ手を嫌ってね。ただこれがね、技が決まりましたね。ここからね、7七歩と垂らしまして、同桂は同桂成で角が後ろにいますからね、受けにならない。で、7八歩成を受ける手がね、本局もそうですけど、5八飛車と浮くしかないんですよね。で、5八飛車と浮いたんですけれども、6八歩というのがね、もう攻めのテクニックですよね。焦点の歩ですね。これで、やはり7八歩成を喫するわけにいかない。同角も歩成れちゃうので、もう同飛車で一手と。先手の方はしょうがないしょうがないといった手順なんですけれども、そして同飛車と取らせて、ここで5七桂成とからす手ですね。これももちろん取るしかないと。で桂馬は取られるんですけれども、ここで7八歩成となってね、ちょっと一連の手順でしたけれども、これでぴったり決まりましたね、技がね。同飛車と取るしかないんですが、9九角成となりまして、はっきりね、後手が優勢ですね、これでね。8一角というのが手筋なんですけれどもね、これで同馬同飛車となれば大変なんですけど、8九馬とね、こっち取られた時に香車を取っても飛車を取られちゃってね、これはちょっととてもないんじゃないけど先手が追っつかないんでね、8八角とぶつける手が効かないということですね。で実戦はね、7四とついたんですけど、粘るなら6六歩とかね、ついて飛車成りさえ防いどけばもうちょっと指せるんですけど、これもね8九馬と、桂馬を取られてね、ちょっと辛いですかね。これで7七飛車とか置いてね、こうやればまだねすぐ投了という感じではなかったと思うんですけどね。ただこの金がねちょっと辛いですね。この金が例えばこの辺についてたりすればね、バラバラですけど、この8六の金がもう空振りしてしまってますので、具体的にはこれでね後手は5五歩と突くという感じでどうですかね。これで突いておいて、同歩なら今得した香車をね、得したというか取った香車を5六香と打ってね、
まあ、同銀同馬といった感じで、今度ここが決壊しちゃうとね飛車走られちゃうのでね、まあ飛車角がさばけないので、これもかなりね先手がきついかなと思います。ただね、まあ6六つけばね、まあもうちょっとね、手はかかったかなと思うんですけど、まあおそらくね先手の方も強い方なんでちょっと厳しいということでね、まあ7四歩はまあ形作りのような手になりましたね。まあ実際はこの7四歩に9六7飛車成と、まあ飛び込んだところで、投了となりました。先手の方投了とねなりました。そうですね、これで飛車になってね、まあそうですね、見た目からしてもね言うとまだきついですからね、まあこれで飛車が、まあ、7五飛車とか逃げても今度8九馬ということでね、まあこれは、まあ6八角と逃げてね、まあ王様が詰む詰まないとかじゃないですけどもね、例えば6角 OK という感じで、まあ飛車金、まあ歩、これがね、まあまだ働きは全然弱いですし、まあ後手の方はきっちりね玉形も整っているということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。今回は先手中飛車に対してね、急戦で挑むということで、まあ、中飛車戦法はね、プロアマ問わず、まあ、非常に人気のある作戦なのでね、まあ、急戦策がね、穴熊や左美濃といったね、玉の硬い対策も多く指されてるんですけれども、本局のようなね、急戦策もね、非常にこう、ツボにはまればね、うまく中飛車を攻略することができますので、ぜひぜひ皆さんの対局のね、実践の参考になればなと思っております。